自ら文書を司るとは、良い心構えだ。共に事をなす以上、仕事に手抜かりがあれば、容赦なく指摘するとしよう。早速一つ、この計画案の要整備の機械設備の欄に私の名が見えるが、何かの手違いではないか？戦の調停者は、家権を取れども仁義を欠くことはない。それを故郷脅しに用いるのは、決起に流行る養父のみだ。殺生は増えてかと？関心がないだけだ。非行とは、責めることを当う前提があってのもの。いざという時には、この石海が叱るべき力を示すまで。こたびの戦役を穏便に収めるのは、決して安きことではなかっただろう。しかし、燕国人の熟慮を要する物事がいくつも残ったままだ。この戦争をどのように書き記すべきか、かの五番の石をどう評すべきか、などとな。この地で生まれるあまたの物語は、結局のところ、この地に生きる者たちの手で書き綴られるべきであるがゆえに。ドクター、二円のやつが私に用向きというなら、おそらく先日未了のままになった改造案の続きを話したいのだろうから、ここで失礼させてもらうぞ。違うと？麻雀の頭数合わせ？職人たる者、己が技芸に先進し、腕を磨くべきだ。道楽に溺れるなど、言語道断。一つ、急を据えてくるとしよう。あれが、剣一振りをもって、よろずのつわものを阻んだという娘か。大した器量だ。今日の木を身に帯びている。彼女が追い求めるは義のみなれど、その一時には千金の重みがある。気骨やよし。しかし、過酷な道になるぞ。燕国の歴史書を読んでいるのか。そこに記される生と罰の筆法を見比べると面白いかもしれんな。争いごとには嫌気がさしているが、そのすべてを否定することはない。賊徒を廃し、強度を守り、無道を注し、無徳を打つ。そのように、避けられぬ争いもあるのでな。私が意味嫌うのは、不義の戦のみだ。エンジニア部の工学たちと来たら、暇さえあれば私の工房に押しかけてくる。若者が勉学に熱心なのは結構だが、あれほど多くの部品を一度や二度使ったくらいで捨ててしまうのは浪費が過ぎるぞ。一度厳しく叱りつけてやらねばな。何？ガラクタを捨てただけだと？どこの小わっぱだ？わしが直々に手本を見せてやろう。千山万水を渡り、自然の断りを極める。まさしく、かの老いたる大工が唱えていた理念だな。押村区は、人々は彼のからくりの妙ばかりを記憶に留め、ものづくりをもって世を利する志を忘れてしまったことだ。直弟子たちですらあのありさまでな。初心は移ろいやすく、人の性は細いとがごとし。慎まざるべからず、か。この八角球パズルを貴殿に譲ろう。私の手には余るがゆえ。からくりに長けたものなら解けて当然とでも小難しく資料を巡らすほどに心は乱れ、挙句、最も初歩的な解放すらも見失ってしまうのだ。要するに、貴殿もあまり
あれこれ考えすぎるな、ということだ。眠ったのか？飢えたるものをして食を得、凍えたるものをして意を得、老したるものをして即を得か。このロドスというところは、ふとした折に昌平の世が垣間見えるな。ドクター、噂は聞き及んでいる。私は銃、職人だ。どこかで会った覚えがあると？ふん。私の手がけたものを目にしたことがあるか、あるいは断りを報じる者同士、相通ずるものがあるというだけだろう。感化を巧みに動かし、酔下の苦しみを救う。実に的確にして見事だ。脳あればすなわちこれをあげる。ロドスの方針は素晴らしいな。異種族との向き合い方について、ロドスの示した答えは大きな学びを与えてくれた。これまでの遠慮のない物言いについて、あれは偽れぬ性分と、己が信念ゆえのこととだけ弁解しておく。世は変われど、赤心は変わらぬものだ。貴殿もまた、そうだろう。主をもって公となし、生をもって道を制す。皆、この言葉を覚えておくように。感化は動かされた。正々堂々前進するのみ。弓を張り、矢をつがえよ。だが、降伏者を傷つけてはならんぞ。完璧な推論だ。最善を尽くしたと言えよ。大将も大敗も、氷の向くところにあらず。目の届く限り、報われもせず、当てどなくさまようものばかりとは。一遇を固守するは、すなわち、非行の功なり。はびこる不条理を一掃して空とせん。苦役と禅宗の岐路は、一年の間にあり。義を廃し、利を得るは、一歩の遥かにあり。殺生に固執するとは、不当なり。意をもって戦を収め、刃を血で染めずして勝つ。良きかな。小なる代償で収めた勝利は、皆の心の救いとなろう。敗残の兵を見ても、追い詰めてはならん。私が新たな防衛策を講じておく。貴殿は先に引け。ああ、出木に整っているのもまたよし。この寝床も撤去すれば、さじも大いに減らせよう。何の用だ？静かに。肩に乗った宇宙を驚かさぬよう。アークナイツ。妙案があれば一つ論じ合うとしよう。時の流れというものには、私はどうしても鈍感になってしまう。あるいは、貴殿の精神が、この長き旅路に残る目印になるかもしれん。しかし、節目の一日だというのに、食事はこれだけか。普段は節要を説いているが、今日ばかりは特別だ。弟子を帝放浪へとやって、地層を届けさせよう。断りを極むるは安からず、正しきを行うはなおかたしというが、貴殿のなさんとすることは並大抵ではないがゆえ、まさしく至難の道となろう。足元の道は必ずしも盤石とは限らぬが、時折、後ろに付き従う者たちを顧みるようにな。彼らは皆、貴殿がために、己の危険も顧みず、死を前にしてなお、引かぬ者たちなのだから。私か？私もまた、しかり。趣向を凝らし、
場を飾り立てることにはもとより興味もない。しかし、貴重な祝祭の場ならば、この携帯霊砲の性能試験にはうってつけではないか。この閃光を、この衝撃波を目に焼き付けるがよい。どうだ。こんな機会でもなければ、こうも傍若無人な真似はできないのでな。何をあっけに取られている。もしや賑わいが足りぬと？では、次の一発は、貴殿がやってみろ。